はい、皆さんこんにちは。今日は3月5日で、3月初めてポッドキャストを撮ってます。最近は、毎日仕事と、引っ越してからは結構休めてるかなっていう感じで、もうそれまではお休みの日って一日もなかったんだけど、本当に初めて丸一日パソコンを開かなかったのが先週かな、ありまして、なんかすごい変わったなーって思いました。仕事の量が減ったわけではないんだけど、いろいろとね、工夫して、いろんな人に協力してもらいながらできてるんで、ただやっぱり、3月になってまた新しいお仕事とかも結構増えてるんで、相変わらず忙しいんですけど、実はまた明日も楽しみなことがあるんで、今日はこの後仕事頑張りたいなと思います。なんで、最近ポッドキャスト撮ってないなと思って撮ってます。って言ってももう今3時なんですよ。もう最近結構夜遅くまで仕事やっちゃうんで、早く寝なきゃと思って、って言ってもやっぱり日付は変わっちゃうから、朝起きる時間を遅くしてやってるんですね。で、体調が悪くなりそうだったんだけど、なんとか治って、やっぱり気温の変化が激しかったから、あとは花粉私は花粉症ではないんだけど、結構家族がもうひどい花粉症で、すごい辛そうなんですよね。なんかもしかしたら風邪も入ってたのかもしれないんだけど、それをずっと見てて、なんかこっちも具合悪くなっちゃって。で、結構頭も重いし、関節も痛いしっていう感じで、ちょっと睡眠をしっかりとろうと思って、最近はすごい寝てます。あとは、毎日歩いてるのと、ご飯も引っ越してから全然自炊をしなくなったので、基本周りの外食とか持ち帰りで食べてたんだけど、なんかやっぱり何食べるって迷う時間がすごい無駄だなと思って、何でもいいけどやっぱ選びたいじゃないですか。しかも毎日毎日居酒屋とか、あと高いご飯食べるのも良くないなと思って。で、久しぶりに昨日、お昼、松屋に行ったんですよ。松屋、吉野家、すき家って牛丼チェーン店みんな行ったことあるんじゃないかなと思うんだけど、私あんまり好きじゃなくって、そもそもね、牛丼がそんなに好きではないんだけど、本当に多分3年ぶりぐらいに松屋に行って、久しぶりに食べたら、普通だったんだけど、まず量が多いのと値段上がったなぁと思いました。1000円はいかないけど、でもいろいろ組み合わせたら1000円いきますよね。久しぶりに食べて、やっぱりいかないなって思いました。味はでも美味しかった。で、私でもね、その中だったら、すき家が一番好きかな。すき家ってなんか海鮮たまにありますよね。私食べたことないんだけど、すき家の前通ると、イクラとか、なんかマグロとかある気がする。だから、食べたいなと思いながらも、一回も入ったことはないっていう感じなんだけど、私はそういうチェーン店だったら、やっぱり大戸屋が一番好きで、実は家の近所に大戸屋ずっとあったんだけど、気づいたらなくなってました。昨日ランチで迷った挙句、大戸屋行こうかなと思って。で、大戸屋の方行ったら、なくって、で、その前に松屋があったんで、じゃあ松屋でいいかって言って、在宅なんでね、夫も在宅だったんで、一緒にランチに行ったっていう感じなんだけど、最近はだから夜も昼も外食をしてます。
意外と、今住んでるところが、都会ではあるんだけど、下町なんですね。だから、意外と現金オンリーなところが多くって、それまでは、本当に現金持ち歩かずに何でもできてたんだけど、引っ越してきてから現金がないと、ふらっと入ったお店で食べられなかったり、だから最近は現金も持つようにしてます。この間ランチ行ったところも、あれはチェーン店ではなくって、普通によくサラリーマンがね、なんか食べそうな定食屋さんだったんだけど、和食、そこももう絶対現金オンリーだろうなと思って、そしたらやっぱり現金のみでした。現金持ち歩いてると安心ですよね。だから私、チェーン店以外は現金使えるかって必ず入る前に確認するんだけど、やっぱり使えないってなると入るのやめますよね。支払いできないからね。なんか、できればキャッシュレスどのお店も導入してほしいんだけど、個人でやってるお店ってそういかないんでしょうね。キャッシュレスだと手数料取られるし、導入費用は意外とかかんないんじゃないかな。手数料が取られるけど、意外と0円で導入できると思うんだけど、端末借りたりとかはしたりするのかな。なんか、私5年ぐらい前に、とある、ツイートというか、あれは X かスレッズか忘れちゃったんだけど、とあるお店の方のつぶやきで、うちは PayPay 導入しようと思ってたけど、やめますって。PayPay の人たちが何もせずに利益分で儲けてるのが許せないって書いてあって、私はそれがすごく印象に残ったのと、信じられなかったんですよね、その発言が。本当にそう思ってたら結構やばいなと思って、だって、ペイペイ、あれを開発するのにどんだけリソースかかって費用かかって、で、今だってね、運用していく中でアップデートだってメンテナンスだってセキュリティだってもうすごくコストもリソースもかかっているのに、もしかしてペイペイの人たちがその開発した後何もせずに座ってるだけだと思ってるのかなと思って、びっくりしたんだけど、で、そのつぶやきにもやっぱリアクションいくつかあったんだけど、私わざわざ見なかったんだけど、きっと私みたいに思ってる人がね、書いてると思うし、もしかしたら、それに賛同してる人もいるかもしれないけど、それって知識が足りない、情報が足りないっていう人、そういう人って結構いるじゃないですか。情弱ですよね。情報弱者って。これはスラングなんだけど、情弱って言葉結構いろんなとこで使うと思うから、知らない人いたらね、覚えといた方がいいと思うんだけど、情報の情に弱いって書くんですよね。情弱ってもうずっと前からある言葉だけど、ずっとこれからも使われていくんじゃないかなと思います。情弱な人って、今回のペイペイの件だけじゃないけど、そういえば、この間ね、1週間前ぐらいかな、知らない番号から電話かかってきて、で私基本知らない番号は絶対出ないんですね。そもそも着信しないように、今 iPhone って設定できるからしてるんだけど、やっぱ直近は引っ越しとか、あといろいろローンとか、役所の手続きとかあるんで、結構知らない番号から電話かかってくるから、その機能はオフにしてて、だから電話がめちゃくちゃ来るんだけど、で、基本、出るんだけど、この間かかってきたのが、携帯番号からかかってきて、普段出ないけど、最近荷物もすごい頼んでるから、もしかしたら、宅配業者の人かなと思って朝から出て、そしたら、詐欺電話だったんだけど、
もう電話出たら、愛知県警ですって言って、愛知のね、はい、警察ということで、で、私の名前知ってて、何々さんですかって聞いてきて、もうそのを聞いた瞬間に私は、流行りの詐欺だと思って、私はやっぱそういうのを知っていたから、で、その場で、切ってもよかったんだけど、貴重な機会だから、ちょっとお話ししてみようかなと思って、名前ね、合ってるから、はい、そうですって言って。で、向こうの人はね、女性だったんだけどね、結構そういうのって男性の声で、いろいろテレビとか SNS で見てたけど、女性でした、私の場合は。で、結構強めな態度でしたね。今から来てくださいと。愛知県警に来てくださいということで。で、本来は、騙される人は、まずなんでですかってなるから、私何かしたんですかみたいな。で、そうなったところで言うのが、あなたのキャッシュカードが犯罪に使われていますと。だから、つまりあなたも犯罪者みたいな感じで、で、そうなって、みたいになって、で、確認するので、キャッシュカードの番号と暗証番号、お名前とか教えてくださいって警察の、詐欺の人に言われまして、そこで、言っちゃうんだよね。警察から聞かれてるから。っていう流れで、詐欺完了みたいな感じなんだけど、私は、しかもそれね、その電話で起こされたんですよ。だからちょっと眠かったんだけど、で、愛知県警来てくださいということで、私が、はいって言って、そしたら向こうも、じゃあ今来てくださいね、みたいな感じで。で、なんだっけな、身分証を持って来てくださいっていうことで。で、私が、OK ですって言って、で、20日分の、洋服を持ってきてくださいって言われて、私もなんか、もっと聞けばよかったんだけど、わかりました、行きますって言ったら電話切れちゃったんだよね。来るのかよみたいなね、感じで、キャッシュ番号の番号とか暗証番号は聞き出せないなと思ったんでしょうね。切れちゃったんだけど、こういうのも、やっぱり情弱な人って多分、こういうのも気づかない。で、最悪騙されちゃったりね、すると思うんだけど、情弱じゃなくても、これはおかしいなって普通は思うと思います。なんで愛知県警から電話かかってきて、私東京なのにね、で、キャッシュカード使われてるって、絶対ありえないし、で、番号と暗証番号まで聞かれるって普通はありえないから、あとはやっぱ電話番号を見るとね、警察じゃないっていうのもわかるみたいなんだけど、それも SNS で見ました。テレビでもやってるみたいだけどね、やっぱ多いんでしょうね。っていう感じで、そんな電話がかかってきたよっていうことでね、今、情弱の話からこの話になりましたが、やっぱり情弱にはならないでほしいなと思います。皆さんとか、私の家族とか、周りの人はね。私がもちろん、情報に強いとか、何でも完璧に知っているってわけではないんだけど、結局自分を守るためだったり、無駄な時間を使わないためだと思います。だから、新聞とかニュースとか、SNS とかで情報を日頃から見るっていうのは大事なんだけど、前もポッドキャストで、テーマとして話してたけど、見るだけの SNS は、結論良くないんですよね。無駄な情報入ってきちゃうし、あとは、情弱っていうのは別に情報を見てる人が強いってわけではなくって、すべての情報を信じちゃうっていう人も情弱ですよね。目に入ってきた情報。例えば最近世界の情勢いろいろ、ニュースとかでやってるけど、それをもう見たらすぐに信じ込んで、いろんな人に話したりとか、一旦ちょっと考えようっていう、それは本当ってフェイクニュースかもしれない、大げさかもしれないっていうね。そこもちゃんとそれを自分の目で見て考えられる人っていうのは大事だなと思います。基本、そういうのに関心を持つっていうことはとても大事だし、特にね、ビジネスをする人にとっては大事ですよね。だから、情報をね、正しい情報を知るっ
っていうのが大事だなと思います。本当にさっきのキャッシュレス導入していないお店、でもそれはやっぱ現金だと手数料とかかからないから、もちろん導入しないっていうメリットあるから、その判断、お店側にとってはいいと思うんですよ。ただ現金持ってないお客さんを逃しちゃったりとか、あとはペイペイの人が楽して稼いでるとか、そういう間違った情報をね、持ってる人はちょっと、情弱だなとは思いますけども、あとはやっぱ個人の人でも私が思うのは、お金より時間って大事だから、そういうのも含めてキャッシュレスとか電子化って大事なんじゃないかなと思います。例えば、スイカ、今でもチャージ機、駅にあるね、機械でチャージしてる人、でも減りましたよね。前はあそこすごい行列だったりとか、あと窓口ですよね。新幹線とか特急電車の。最近はやっぱり電子で買ってる人が多いから、減ってるなと思うんだけど、今でも一定数いるじゃないですか。で、やっぱりでもそれがデジタルになると、iPhone があれば、iPhone というかスマホがあれば、それでピッてできるし、チャージもいつでもできる。電車の中でもできるし、家でもできる。で、それをわざわざその機械でやらなくていい。わざわざ機械に並んだりとか、そこでチャージするっていう時間が、その時は数秒だったり数分だったとしても、やっぱその手間って積み重なると大きくなるし、まずめんどくさいと思うんですね。でちなみに、私もこれ知らなかったんだけど、スマホって充電が切れちゃっても、しばらくはそのモバイルスイカとかそういうのはピッてできるらしいですね。だから、ちょっと不安ですよね。電車乗るためにピッて入って、で、その間に電源切れちゃって、そしたら出られなくなっちゃうのかってね。私も考えたことあるんだけど、あれいけるらしいです。私もやったことはないけど。うん。それとか、あとはそうだね。ポイントカード、そもそもポイントカードって、あんまりいらないと思うんだけど、ポイントカード大量にお財布持ってる人とかね。でも私も昔はそうでしたよ。ポイントカード好きだったからね。学生の時とか。だから私の母も、もちろんそんな感じだったけど、最近はいろいろ教えて、全部アプリにして、モバイルスイカにして、定期もアプリ上で買えるし、っていう感じでやってますね。あと、キャッシュレスだと、微々たるものだけど、ポイントもたまりますよね。自動的に。ペイペイとか、たまにしかもペイペイボーナスがあって、その払った金額の 20% 必ずバックされたりとか、あとその9時に当たると全額キャッシュバックされたりとかもあるから、気づいたら意外とポイント溜まってるんですよね。そんな感じで、時代ってアップデートしてるし変化してるから、そこに自分自身もついていってアップデートしていく必要があるなと思います。何でもネットの情報を信じて、じゃあこのアプリ入れた方がいい、これやった方がいいって全部取り入れるのもまた違うんだけど、自分は怖いから現金派ですとか、もう全部手元にないと怖いんで、通帳、キャッシュカード、絶対、電子にはしませんとか、クレジットカード持ちませんとか、クレジットカード持たない人いるのかはわかんないけど、そんな人いないかな。うん。そういうところはね、アップデートしていった方がいいと思います。で、周りに教えてくれる人がいないこともあるかもしれないんだけど、私はやっぱなるべく家族とかには教えるようにしてますね。詐欺電話来た時も家族に言ったんだけど、うちの家族は大丈夫そうでした。結構 SNS とかテレビも見てるし、でもそういう電話はかかってきたことないって言ってましたね。うん。そんな感じで、はい。今日のタイトルどうしよう。情弱になるなとかどうしようかしら。そんな感じで、
久しぶりにポッドキャストを撮りました。明日ね、すごい楽しみな、実はイベントに招待をされまして、その感想もまたポッドキャストで撮れたらなと思ってます。きっと楽しいイベントになると思うし、私がこういうイベント行ってみたいなって思ってたイベントなので、すごい楽しみです。はい。では、最後まで聞いてくれてありがとうございました。バイバーイ。